ゆっくり11分 CSL。本当にゆっくりだな。カスタム駅の作り方、ノーカット編。この動画は、以前公開した90秒シリーズの駅の作り方をノーカットにしたものだよ。アンケートを取ったら思ったよりもノーカット版の需要があったんだよな。そうそう。制作時間は2時間くらいなので、8倍速でお届けするよ。チャプターやスロー再生を活用して参考にしてくれよな。ちなみにここまでは汚すぎた駅周辺の線路の整理をしていたよ。今回は電車線に駅を置いていくぜ。ちなみに場所は前和城のちょっと南。作ったけど直接本編には登場しない場所だな。この辺からが一つ目の肝になるステーショントラックの配置だね。ネトマルの並行モードを使うのが今だと一番正確だね。この方法なら多少カーブしてても正確に並行にできるからな。そしてステーショントラックの長さをここで調整。200メートル以内になるように調整していくよ。そもそもステーショントラックって何のために必要なんだぜ？ステーショントラックは駅の内部にも使われてる線路で、乗客の乗り降りと列車の停止を指定できる特別な線路。なるほど、乗客の乗り降りをさせるのに必要なんだな。なのでアセットエディタでも人が待つレーンを追加すると線路をステーショントラックにできる。出来上がった線路幅がホームを置くのに十分かどうかは定規で計測。ホームを置くと線路は触れなくなるので、気が済むまで線形を整えておくよ。後になって道路や線路をいじると泥沼になるからな。線路を引いたら既存の線路の接続部も作っていこう。ここで難しいのは複線の線路を2本に分割するところだな。昔はムーブイットを使った職人芸が必要だったけど、ノードコントローラーでだいぶ楽にはなったね。確かに。基本はノードコントローラーのシフト機能を使いつつ単線の線路を左右にずらしながら線形を整えていくよ。めちゃくちゃ地味な作業だよな。これ映像出す意味あるのか？一応ノーカットだからね。気が済むまで調整したら、電車が正しく停車するかを確認しよう。90秒動画でも解説した通り、電車はステーショントラックの大体真ん中に停車する。この大体というのが肝で、編成によって微妙にずれたりするんだよね。なので不自然にならないように上下で長さを揃えたり変えたりする必要がある。これといったセオリーがないのが難しいところ。どうしても試行錯誤が必要な部分だね。そして次にプラットフォームを敷設していく。プロップを使っても良いのだけど、今回はカーブをきれいに作るためにネットワーク型を選択。こちらも例によってネトマルを使って敷設していく。ホームと電車の幅が空きすぎることがあるから、電車を止めた状態で作っていった方がいいな。そうだね。大まかな目安としてはホームの端が枕木の端に重なるくらいの位置になると良さげ。ホームも一度設置すると位置変更が厳しいから、実際に電車を走らせて位置を確認しておくよ。端っこのホームができたら、あとは真ん中に複数のネットワークを並べて埋めていく。今ならノードコントローラーを使って幅を広げながら一本でやるという手もあるな。端っこ部分は後で柵を作るのでちゃんと長さを揃えておこう。施工不良があると見栄えが悪くなるからな。見栄えの問題だけで済むのがゲームの良いところだけどね。ホームを全部置いたら、何度も電車を入れて高さや位置をしっかり確認していくよ。ホームに満足したら、駅に歩行者が来れるようにするためのパスを敷設していくよ。ステーショントラックの脇にある歩行者の立ち位置にパスをつなげていくイメージだな。感覚的には半径10メーターくらいであれば勝手に歩いてくれるので、そこまで厳密につなげる必要はないけどね。ちなみにここでムーブイットを多用しているのは、高さ例で敷設してから上げ下げする必要があるため、最初から高さのある状態で敷設するとなぜか歩行者が歩かなくなることが以前あったんだよな。その現象のせいで2時間潰したことがあるからこれからは注意したいところ。歩行者パスを繋いだので、道路から駅に人がアクセスできるようになったよ。あ、ついでに線路にカントをつけて見た目をリアルにしておこう。この作業結構大事だよな。ここで不審ポイントが発生。なんだ？上側の線路にはお客さんがたくさんいるのに、下側には待っている人が全くいない。おお、
結局これは問題ではなくて単に乗客がいないだけだったのだけど、カスタム駅を作るとこういう問題は結構あるので見つけた段階で対応していく必要がある。全部作り切った後に動かなくなって修正するのは大変だからな。大丈夫そうだね。あとは乗客がホーム上を移動しやすいように、中央部に広めのパスを引いておくよ。これをやらないと狭い場所に人が密集して歯ブラシ状態になるからな。こんな感じで広めのパスを引いておけば大丈夫だろう。人が通ってくれるようになったな。入場券がいらない世界って最高だね。動作を確認したら、パスを透明化して構造物の設置に入っていくよ。まずは歩行者が移動する場所に階段の設置から。階段は透明化する前に設置した方が良かったんじゃないか？正直それは思ったよね。次に活かそうな。エレベーターなども設置したら、次はベンチを設置していくよ。最近は線路に垂直にベンチを置く駅が増えてきたよな。事故防止のためだからね。さらにホーム上を賑やかにするために待合室や売店も設置。JR 西日本だと今はセブンイレブンが多いから、このくらいの大きさの売店があってもいいな。今後のアセットに期待だね。時刻表の看板なんかも置いていく。この辺はいろいろプロップが公開されてるので概要欄からチェックしてみよう。あとは天井から吊り下げる番線表示や駅名板も追加。屋根を置いた後に最後の高さは調整していく形になるな。そして仕上げにホーム全体に汚しのデカールを入れる。ホームって結構汚れてるし継ぎはぎも多いからこういうデカールは必須だよな。ネットワークにはデカールを載せることができるので、それもこのプラットフォームを使っている理由の一つだね。ホームにデカールを載せるとついでに屋根も汚くなったね。仕上がりがだいぶそれっぽいしこれは結果オーライだな。これは屋根を引こうと試行錯誤したけどネットワークが多すぎてうまくいかなかったず。結局ノードコントローラーでノードを追加して伸ばすが一番早かったな。あとは左右の柱の位置とかを見ながら位置を微調整していくよ。そして飛び出している吊り下げ看板を正しい位置に置いていく。ホームの屋根がない部分は照明が必要だからこれも配置していこう。前橋も実は照明は結構真面目に置いてるんだけど、夜のカットが映えないからほぼ活かされないんだよな。行政の無駄ってやつだね。それは違うと思うぞ。最後はホーム端の柵を置いて装飾していくよ。端にある運転士向けの看板も書いていく。停車って書いてあるやつだな。今何か変なのが用意してなかった？おかしいのねん。ここ数秒間の記憶がないのねん。これでホーム部分は一通り完成。眺めて変なところがないかチェック。ちょっと屋根部分が小さいから幅を広げたな。ホームより屋根が細い駅はあまり見ないからね。そして次に地面の砂利と線路の壁の製作に入っていく。線路の壁も例によってネトマルで簡単配置。左右非対称なアセットだとネトマルでの配置がうまくいかないこともある。その時は伸ばす方向を逆にしたり、ムーブイットで調整が必要だな。この辺の泥臭い苦労が見れるのはノーカット版だけ。隠しきれない恥ずかしポイント。壁ができたら、列車線と電車線の間に柵を作っておこう。これは保線員が逆側の線路にうっかり進入しないように、安全のために作られた柵だな。戦艦柵とか戦艦ポールと言われてるね。まあ、今動画を編集しながら名前をググったんだけどな。これで線路付近の製作はほぼ終わり、あとは高架下に建物を置いていくよ。
他にも駐車場、鉄道関係の建物、倉庫、自転車置き場、草地、重機置き場、レンタルロッカーと、色々な土地の使い方がある。その場所の人口や地域の特性に応じて選んでいくのが大事だな。ついでに改札口に該当する部分には駅の入り口を設置。改札前は2車線の道路にしていこう。あとは改札の目の前に横断歩道が来るようにノードの位置を調整。歩道も少し広めに取ってあげればそれっぽくなるな。今回の駅はそれほど中核の駅ではないので、ロータリーやバス乗り場は省略。そんなこんなで駅部分が完成。いい感じになったな。今回の方法を応用すれば、もっと大規模な島式ホームも作れるし色々な種類の駅が作れるようになるはずだよ。他にも知りたいことや紹介してほしいことがあればコメント欄で教えてくれよな。次回もロング版の動画を作るので投稿は来週になる予定。今思ったけどこれマイワシの 7.5 話くらいになったんじゃね？確かに。